山口 T シャツだ。いやー、ちょっと。なんならまだ話はわかるよな。がいけないんだと思います。それ使えないじゃん。回ってます今。回ってない。待ってないです。よいしょ、お邪魔します。はーい。はい、どうぞ。あれ、こんな BGM ありましたっけ？あるんですよ。どうやってんの？私の正面に座ってる某オポネさん。はい、たまたま水の句を通りかかったら、ちょっとロール濃いやプレイを入れながら。はい会社の人間として出るとなると、やっぱり会社に許可を取らなくちゃダメってことにやっぱりなりました、そうですよね。当たり前なんですけど。だから当たり前なんですけど。あれですよね、オポネさんじゃないですもんね。名前テロップはカタカナの「お」じゃなくて、アルファベットの「O」にしておくんで、一応。ああ、そうっすね。なんで捨てられてるんだ。年末にね、オポネさんに声かけていただいて。はい。なんかやりましょうみたいな。はいなんかね、こう、自由に喋れる場所がちょっと欲しいなと思ってて。でまあ、自分で配信するのもちょっと、あれなんで。雑談会をしたい、かっこ主催はしないみたいな。そうそう。実際のところは、オポネさんがリガミリさんとお話ししたいから、ちょっと繋いでよって言って、うちらは出しですからね、これ完全に。それを言っていく。どうも、リガミリさん、はじめまして。リガミリさんといえばね、ブログをね、実はやってまして、私。あれ、ブックマークされてる。あれおかしいな。あれリガミリさんだった。うちのことブログで紹介してくださって。はい。お世話になりました。ありがとうございました。猫屋さんチャンネル紹介したいなと思って、まあ、いろんな方にね、声をかけさせてもらってっていう形の。頑張ってね、毎日更新してますので、もしよかったらね。毎日更新してるんですか？ちょっとね、異常なんですよね。そうですね。リガミリさんってすごいポジティブに書くじゃないですか。なんぼなんでもリガミリさんこれちょっとポジティブに考えすぎじゃないみたいなのもちょっと時あるんですよ。なんか作品のためを思ってちょっとこう、心を無にして、こう、書いてるか。心を無にして。なんかちょっと、まあ、スタートが、まあ、11を盛り上げたいっていう、まあ、心がけてるのは、まあ、ネガティブなこと書いたら、まあ、いいこと、それ以上書こうみたいなのはちょっと考えて。私なんか一撃でバッサリ切っちゃうからな。そうだね。南極にいる2人じゃね。プレイ歴自体は、どのくらいやられてるんですか？2002年の7月から、まあ、ずっとね、プレイしてるんですが、半年ぐらいの休憩をね、2、3回。そうなんですね。ほぼ毎日インしてる感じですか？今はまあ、週5くらいですね。結構来てますね。おい、リガミリ挑発をせえぞとか言われるんですか？その被り物やめろよ、みたいな。ズボン履けよとか。オポネさんって11ってどのくらいやられてるんですか？スタートは2002年の5月で、厳密に言うと、サービス開始から1週間後くらい。なるほど。で、まあ、アビセアやってるあたりに、旧 FF14 と言われてる、まあ、14いろいろあったわけですよ、その後。なんで、はい。ありましたね。まあ、11は全然もう、入らなくなっちゃったんですけど、まあ、11の仕事を、まあ、やることがなんかとある場所であって、で、まあ、やるんだったら、やっぱりそのね、ちゃんとプレイをしようと思ったのが、その2015年とかの末とかかな。だから今、週5ですよ、もうあれが、固定活動が。うわ、仕事関係の人の LS って感じじゃないんですか？本当に、昔、遊んでた時のコミュニティがまだ残ってるんで、そこを母体とした、そこからまあさらにまたつながりができて、今新しいフレンドがたくさん。すごいな、バナジュがいるぞ。そうだな。僕はね、環境だけはちょっとね、僕自慢できますよ。でしょうね。バナジュ見たな。嘘、爆発。一番新しい話として、ドメインベージョンかな。ドメインね。配信で行ったんですよ。やばいっすね。なんか全然減らね。なんかね、こいつが本当に今ひどすぎるっていうんで、今世間を騒がしてるらしいです。あれはバグじゃないんですか？見積もりというかを誤っ、あと多くの人が殴れてないとか、
多分後から来る人はね、殴れない。最初からいる人は殴れるんですよ。まあ、あと下手したらボッタ見えないチですしねしてる人の分の人数も加算して強さが決まってる可能性もあるとそこか、がね、どうなってるかがあーね、知りたいですね。なんかソロの中心の人がギアスの装備を取りに行くためにポイント貯めるような場所で全然良かったのに、最終装備の一角みたいなものをあそこに置いちゃったから、そりゃ行きますよね、みんなね。修正は必要な気はすごくするんだけどまあなねちょっといじった多分何かしら入ると思いますけどね、来月あたりには。そうか。楽しみだ。何かの調整が。まあどうなるかは分かんないですけど。根本的な問題としてあんまり面白くないんですよ、あれ。あまあね。そもそもが言っちゃ。っている。うん。なんかでも本当に、ちょっとそこは聞きたくて、開発にも。本当に自分たちで面白いと思って入れたのかなっていうのがあって、もっと手こ入れした方がいいコンテンツたくさんあるし、普通にオーメンとかにうん全然そういう装備渡した方がいいんですよ。そうですね誰も今オーメン行ってないから。もうみんな罪しかやってない。なんかただソロでチーフで行って残魂貯めるだけのほんとしょうもないコンテンツになり下がっちゃったんで、もっと立ち返ってほしいんですよね。なんかこう面白いから遊ぶっていうところに。うんあーこの間の配信で言ったのは、11はもちろんすごく好きだと。ただそのコンテンツとかをゲームとして正しく評価すべきだとは思ったの。なるほど。うんうん。必要ですね、それね。うんそうですね。うん。うん。それを踏まえたときに、中ボスのガチャがほんとクソだなと。中ボスが最強。ゼロゼロダンスを踊りましょう。ヘイジェリダピアスシェリダピアスあれも大概だ。通覚がね。そう、通覚。そう通覚。あれがやばい。そう、通覚の新しい遊び方をこの間やったんですよ、ね。通覚が来るか来ないかのタイミングでウェポンスキルを打って遊ぶっていう。感じが怖い。やるねやるね今のはそれ危なかったぞ。危なくない。あ、ほら、スプレッドだよ。そうだね。パンに塗るやつ起きたわ。やべえ、撃っちゃった。ごめんなさい。どういう遊びだこ命がけのギャンブル。まあ、超いましたからね。ピークが55万人ぐらいですもんね。今だいぶ減ったでしょうね。れ。うん結局、潜在的にどのぐらいいるかとか、やどんっぱ。ぐらいだろう。かな。いやいや、まあいいとこ行ってると思いますよ。推察はできますもんね。うんだって。まあ、そうですね。開発は。開発してる人、うん。松井さんの言った数正しいですよ。 6人とか言ってなかったですかね、前。基本的に毎月のバージョンアップはそのメンバーでやってますよ。きついんですよ。とにかく。うん。人が。結局、最低限のバージョンアップ、不具合の修正と、ちょっとした調整だけでやっていくっていうですよね。決めて最初はそういう話でしたもんね。その後すごいアクティブが減っちゃったから、やっぱりやれる限りやらないと沈んじゃうよねって話になって、まあ結構今無理をして作ってるから、コミュニティとこう対峙するというか、コミュニティをケアする人が結局いないんですよ。完全にもう投げっぱなしですもんね、今ね。ドメインは燃え盛ってましたね。ねでも、一個返事返すと、誰々に返事返したのに、俺にはくれないとか、ですよね。これは問題に感じないってことみたいな風になったりして、で、結構ヒートアップして、返事が来ないからみんな言葉遣いも今荒いし、個別の返信じゃなくていいんで、なんかドメインに関するフィードバックたくさんもらっています。ありがとうございます。で、開発としてはこういう風に意図でこういう形で実装しました。ただ、まあ、いろんな意見をいただく中でこういう風にできればいいと思います。ぐらいのポストをなんかできないのかなとはちょっと思うんですよ。いっぱい人が集まって好評で嬉しいですみたいなね、のだけが見えてきちゃうから、見てないわけじゃないですからね、あれね。もちろん見てると思いますよ。そこもね、多分怪しんでる人もいそうな気がしちゃって。いや、さすがに見ないはないと思いますけど、さすがに見ないはないだろうなっていう。やっぱりこうコミュニケーションがないから、もうちょっとじゃないですかね。そこがやっぱ一番大きくて、みんな認識していて、返事はした方がいいんじゃないかっていう議論には今なってるとは言ってましたけどね。おー猫屋のとこはユーザーのガス抜き場になってますからそう、うね。ちに来て、あシステムの問題から、フォーラムの問題から、結構読めないお便りも多くって。外国人プレイヤーからのクレームも来たりするんでね。そうなんです。開発についてですか。
そうですね。クレームが。なんかね、こううまく噛み合わないのはちょっと最近あるかなっていうのはね。なんか、さんの時より、ちょっと雰囲気悪いなとは思ってんのよね。すごく元気ないですよね。そういうのはちょっと感じますよね。もぎ花で元気がないんです。もぎ花にしてもやっぱり直近のバージョンアップの話をして、最近わりかしそれで終わってしまうことも多いんで、ユーザーの満足度にやっぱりちょっと寄与してほしいと思うんですよ。なんか面白いな、この人たちって思ってもらえるような感じにできると、本当はいい。例えば藤田さんとかとお話しもちろんありますよ。なんかそのモチベーションってどんな感じですかね。イベントやった後にやっぱりね、元気をもらって、まだね、表に出てないこともたくさんあるじゃないですか。その計画してることもたくさんあるだろうし。ユーザーが不安なのって、20年で終わっちゃうんじゃないのって思ってる方って結構いると思うんですよ。あとなんでしょう、そのやっぱ20周年に向けての、なんていうんですかね。あまりにも展望がやっぱり見えてこないんで。ですよね。その辺をやっぱりちゃんとこう、続くよっていう話が出て、その辺も含めて、もうちょっとなんか言ってもいいと思うけどね。先人のほら、ウルティマオンラインとか、エパークエストまだ終わってないんで、そうですね。先に終わるわけにはいかんだろうという、逆に何も言わないから、ユーザー側がこう絡まりするという。会社としては苦労が出てるやつ続けるだろうけど、だからといって、なんかこう、僕らはやっぱりなんかちょっと、なるべく状況が良くなるように、幸いなことにいろいろこう、なんか、提案とかもできるので、まあ僕らも手伝えるところをこう、手伝っていくっていうか。ね。ジョブ調整が結構ふわふわしちゃってると思うんですけど、で無理にジョブ調整しなくていいと。白魔導士とかみたいなことになる。そうですね。工数って話が最近よく出てきてて、大多数のユーザーには全く関係ない話だと思うんですけど、まさしくその通りです。開発にかかる工数がとか、正直関係はないんだけど、なんかそこも含めて今ユーザーも、なんていうか、それで言葉を飲んでるところもあって。それで無駄に消費してる印象をどうしても与えちゃうじゃないですか。他にやることあるんじゃねえかみたいな。よくなったやつもありますけどね。いや、なんか、この間のナイトの調整ってお二人どんな感じになんか変わるかって言われると、まあ、現状維持ですよね。本当にフォイル入れた方が、もう普通にみんな喜ぶんじゃねえかみたいな。負けんだってむちゃくちゃじゃない今。ずっとゼロダメみたいなさ、ファランクスのね、伸びしろと、まあ、あと、エピオの、まあ、強さというか、まあ、全てですよね。これだと負けんだよねって、やっぱり、今はでもなっちゃってるんで、まあ、どっちでもいいよねっていう風にならないと、無理っすよ、やっぱり。そうやりやすいと思うんですよね、縦の方。もう少し防御性能上げるだけだと、これは思うんですけどね、ダメなのかな。まあ、からくりメインなんですけど、はい。ディガミリさんってからくり師やったことあります？からくりレベル1ですね。俺ですら99なのに。ポポレさんすごいですよね。俺は全部99にしましたよ。すげえ。我々にとってからくり師ってかなりの生命線なんですね。少人数だから。そうですね。盾としても、機能するんで。そう。以前フォーラムには積極的に修正案を書いてたんですよ。私。で、追加されたのが、謎のマニューバログだった。あれを見て、もうね、一切フォーラムで書くのやめたんですよね。
なんかほら、一人でいろいろやられちゃうみたいな、ソロの性能が壊れるみたいなところを危惧してるのかもしれないけど、じゃあ赤はどうなんですかとか、青はどうなんですかとか、なんていうか、確かにソロ性能むちゃくちゃなジョブって実際他にもあってい、ますもんね。なんでそんなにペットジョブを警戒するのかなって今更、すっごい初歩的な質問なんですけど、はいよくニル症ってうん聞くじゃないですか。はい、ツイッターでなんか、ね。あれニルバーナーですよね。ニルバーナ、約束されし装備ですよ、あれ。そうそうそう。これね、我々の中では、はい。装備自慢罪っていう罪なので、ああ、なるほど。これ重罪なんですよ。いや、もう全く、悪びれることなく罪を重ねて、執行猶予ないですからね。出廷もしないし。あれって、強化とかなくてもすごく強いんですか？全然強いですね。支援なくても結構。もう全然、自分の装備だけで完結してるんですよ。セイレーン強いですよね。エイレーンはちょっとね。間違ってるんじゃないかっていうぐらいで、これかな。うん、いいよ。わあ、残虐。吸収してるね、ヒットポイント。あ、すごい。あんなにオーバーキルもいいとこだぞ、この女。アンバスでだって5万とかする。うんそうそうそう。超やばいじゃないですか。そうですあ、でね。もなんか、運営の人たちの中に召喚やってる人がいるから、あ、ちょっとそういう話ありましたね噂が立ったこ。とありましたね。あれはちょっと滑らせてしまった感じだと思うけどな。そうですね。うん、なんでこのタイミングで入れたかなって感じはちょっとしなくもないですね。やばいんだ。やばいね。やばいですね。忍者は忍者。すごいよ。多分忍者の印象が2人にないんだと思うよ。忍者、時々忍者じゃないとダメっていうやつがたまに来ますね。ポンベリもうちょっと出番欲しいな。潜在的にやってる人ものすごく多いんです。うんと思うんですよね。はい。あと、狩人ですね。この2つのジョブ、ああ、狩人。割と今、不遇なジョブだと思ってるんですけど、コルセアとのバランスですよね、狩人はね。ですね。まあなんか美味しいところをちょっとコルセアが持ってっちゃってる感じは否めない。うん、特にレデンがすごい強いんで、はい。ジョブのバランスの気にしてる層ってのはやっぱり装備整ってる人が多いんですよ。もうだからやっぱそこをやっぱりそうかなスペックをやっぱりちゃんと見てほしいんですよね。うんどの辺にこう軸を置いてるのかがちょっとやっぱ不明瞭なんですよ。わかんないですね。ピーキーにやってる人たちがやっぱり満足いくうんバランスをやっぱり目指してほしいなっていうのは常々思うんですよね。あーこのゲームもうちょっと整備が必要だなこれ。そうですね。今のスマホゲーみたいにチュートリアルなんてないんですよ。そう、でもひっそりね、多分用意されてて、ああ、そうなのかちょっとあ。ります。あなたは案内できますみたいな話をされて、で、外で待ってるって言われたんだけど、お前、どこいんだよ、お前みたいな。もういいしから用語辞典のアドレス表示してくれた方がまだましで。そう、もうあれ公式化した方がいい。で、ちょっとこのサルトバルタでレベル上げして、戻ってきたらいきなり星歌始まるし、これも、あ星歌なんかこんなレベル4のタルタルがわからないが始めらんねえだろみたいな。実際、皆さんの方で人って増えてる感じします？最近増えましたね、バハム。謎なんですけど、あー謎なんですけど、最近増えてるんです。ちなみにこのシルフサーバー、はい。人口ほぼ倍になってるんですよ。いつからですか？移転して移きた時は転してきた時に300何300人いるかいないかぐらいだったのかな。ほうあー200人台の時もあるぐらい。うん今589もいる。ですね。さっきその前に調べた時はそう640何人いましたね。うん。そんな大量に業者が猫屋さんの違うのか。猫屋さんをね追ってきてる人も結構いるんで。数人じゃないのおお。いやー、それで猫屋さんに大きくしてもらって、僕らが最後乗っ取ればいいんですよ、それ。乗ってるそしたらわしがまた乗っかるからそこに。うんだから、なんか、きっかけ次第で、なんかまだ可能性はあるんだろうなっていうのは、すごい思うんで、だからこそそういう、戻ってきやすいような、その施策うんをちょっと打ってほしいなっていうの。今できることがアクティブユーザー向けの何かしかやっぱできてないので、うん新規向けの何かとか、復帰者向けの何かって、
やっぱ正直あんまりできてないんですよね。ねえ、とっかかりがね。なんかこうメディアが盛り上げて、復旧を煽っても結局持続できないなっていうのは、この2、3年ぐらいにちょっと感じたことで、まあなんかもう昔散々苦労したから今更になって誰かと足並み揃えてっていうのがちょっとめんどくさいとか、でも11は好きだからやりたいみたいな。キャラを復活させるっていうよりは、なんか新規で作ってもなんか遊べるようになってるといいんじゃないかなっていうのは本当に。いやーね、プロマシアで辞めた人結構いますよ。あれやばかったよね。本当に。うちら75時代にプロマシアミッション終わらせられなくって、そう結構ね、辞める人とかもいたりして、そうするとやっぱりね、なかなか立ち行かなくなってしまって、悲しい思い出が。昔プロマシアで離脱しちゃって、もうやってないみたいな人もいて、なんか今11なんか時々聞くけど、どんな感じなのみたいになった時に、やっぱりいろいろレベルを上げたりとか、金策をしたりとか、装備を揃えたりっていうのはやっぱりどうしてもやっぱり億劫なんですよ。とにかくレベルとかも99にするアイテムとかをもう課金で売っちゃって、14にあるやつ。そうそう、もう14に限らず、あれって世界中の MMO がもう今プレイしてる人に追いつくための施策として普通にやってるんですよ。やっぱり長く運営してると追いつけなくなっちゃうんで、まあ一応業者のことも考えなくちゃいけないんですけど、逆にその有料でそんなアイテムなんか多分彼ら買わないから、それだけでもちょっとやってみるかって人いると思うんですけどね。多いと思いますね、今は。そうすると、今度ね、ちょっと口うるさい人が、養殖されたレベルでのジョブでコンテンツに来られてもね、みたいな。今の現役の人だって、アビセアでキャラ放置してレベル上げた人何人いるんだって話なんですよ。そういう養殖化って言われたら、まあまあ、あんま変わんないかな、みたいな。時間かかりますもんね。結構皆さんの周りは、あれなんですもんね。ゴリゴリやってる方が多いから、そんなに不自由は感じないでしょうね、多分ね。ダイバージェンスなんかは行かれるんですか？あ、行ってますね。週2で。週2で行ってます。はい、パンパンで。あれって長くないですかね？長いですね。もう最初からあれもう長くてしんどかったので、もう必ず休憩入れるようにしてます。途中で。で、まあ休憩取らなければこれもっとクリアできたんじゃないかみたいな、そういう、まあ際どいところもあるんですけど、まあそれでもまあ休憩は入れると。ウェーブさんと言われてるところまで含めた設計だとするんであれば、まああのぐらいなのかなって気もまあしなくはないんですけど、その辺の目的がほとんどの人がまあ終わっちゃってというか、その固定を組んでやってる人たちはもうウェーブさんの公約ってやってないんで。どうするよ、猫屋さん。我々だって、ウェーブ1のボス倒すぐらいまでが精一杯だもんね。とか言って。もうなんかそれで疲れて外出ちゃうし。ダイバージェンスはもう強烈な金策に今なってるんで、あとその上位プレイヤーがやっぱりその武器を鍛えたりしてる場所でもあるんで。それって、でもジョブで行かないとダメじゃないですか。そうですね。でも固定でやってるところは、そういうところは割とこう、それぞれ、なんですか、助け合いというか。結構こっちには、このジョブだとダメだから、どうしてもナイトだけしか出しちゃダメとか、言われてどうしようとかいう人がいたりするから、選べないところも、まあ気持ちはわかるかな。まあね、最近のバージョンアップって、ヘビーユーザー向けのものが多いなっていう印象がある。その通りですね。で、もちろんそっちも大事なんだけど、どっちに振ってった方がいい
正解なんだろうっていうの結構悩ましいと思うんですけど。でも両方やんなきゃダメなんですよ。うんコミュニティっても今分断されてるんで、自分はまだ結構恵まれてる環境にいるっていう自覚が、あるんですけど、そういう中にいる人たちって外に出ていかないんですよ。環境がいい人は出ていかないし、なんかちょっとやりたいなと思う人は、二の足を踏んでるみたいな、なんか復帰、例えばしてきた人も持続できないんですよ、今。なぜかっていうと、コミュニティがないとか、あとゲームの中でも大きくモチベーションになるものを見つけづらいので、多分皆さんが思うよりも何もできないと感じてるとは思うんですよね。なんか差がすごい。アンバスがそこで通り道になってるけど、突然来ますもんね。そうなんですよね。そう突っ込むじゃん、はい、動いたじゃん、センチすぐするじゃん、ホーリーサークルで合ってんのか。こいつをね先に倒すことで、あっちの赤い方の特殊技をやるときに、パウンスって技に固定される。そうなんだ。なんかね、金策とか、いわゆるレリックとかミシックとかそういうのも、アンバスが回り出すとすごく楽になるんで、めちゃくちゃ行ってますもん、アンバスとかも。10何万とか毎月稼いで気がする。そうですね、10万円いったらやめるか続けるかっていうと。わしなんて今月やっと1万5,000稼いで、そうですよね。どうしよう、もう質問もしにくくなっちゃう。価値観の違いがあまりにうちらと価値観が違いすぎて、ポイントの温度差ってすごいあって、ありますね。そこはなんかあるある。僕直してほしいと思ってる部分でもあるんですよ。1万って、とてのだってあれでしょ、夜勤使ったら1万いっちゃうよね、とて。一戦で。1回9000円。そうなんですよ。そもそもね、アンバスに行くのが怖くて、行かないっていう人も多いですからね。超えられないですよね。やっぱソロできてると、どっから PT に参加できるかみたいな。わかんないみたいですね。言うても2年くらい前の、多分ね、ずっと回してますからね。多分ね、コンテンツの難易度自体は高くなかったとしても、精神的なものってあると思う。例えば、ヘビーユーザーとライトユーザーの境界線はどこだと思いますかっていうアンケートを取ってみたところ、そもそも RMEA を持っている人は廃人だっていう。福赤持ちも廃人だとか。だからだいぶ昔の感覚でその動いてない人も結構一定数はいるっていう。でも実際中身見てみるとそんなに風水師は必ずイドリスを持ってこなくちゃいけないみたいなのはちょっと行き過ぎだと思うんですけどね。いわゆるマスタートライアルとは違うんで。例えばアンバスのプラス2、あれがあるともう本当にハイエンドまでできちゃうようなもんなんですか？できると思います。あと、ジョブマスターくらいまで行くと。もちろん上見たらもちろん全然上はあるんですけど、全然強いですよ。だからできれば、ちょっとやる気がある人がなるべくプラス2をすぐ揃えられるようにしてほしいんですよ、僕は。結構時間かかっちゃうんですよね。本当 N 級、ノーマルなんて本当に配るぐらいでよくて、もうやる気がある人に全部あげちゃえみたいな、本当。なんか今月ちょっと頑張ったら、ジャリ全部揃ったから、来月はじゃああやもやってみようとか、アンバスの強化だけで、どんだけやらせるつもりなのってちょっと感じちゃって。じゃあ復帰した人が、アンバスプラス2がとりあえず揃ってれば、全然来ていいよっていう感じなんですね。僕らは別に全然拒まないですね、なんか。ひどいところはひどいらしいんだよね。やれ、いじめられたとか、そういうもね、ちょいちょいいらっしゃるみたいなので。アンバス装備でエンドに行けるっていうの、本当に行けるのかっていうのが多分疑心暗鬼で。でもあれだってね、ついてるパラメーターはそこそこいいのついてますよね。前々からやってる人から見たら、うわ、えぐい性能ついてんなっていうのはわかるんですけど、119なのに性能が全然違うみたいなのがあって、そこわかんないですよね。我々もわかんないです。あれって結構困りますよね。難しいっすよね。弱いのかわかんない。アンバス武器でもいいんですかね。アンバス武器強いですよ。強いです。カジャでも全然強いです。まあ大変だけどね。てかもうカジャで微妙っていう人とは関わらない方がいい。
もうそういう人は、そういう人は多分ね、うんどんな武器持ってっても多分ダメっすよ。結局、このアクセが HQ じゃないとか、それ何振りなのみたいなね。お金よ。振り数聞いてきますか。こうやって聞けると、まだなんか、あ、それでいいんだっていうのがわかるから、なんか一歩前に進めそうな気持ちになるけど、パーティーには入れられませんねとそんなか、厳しいこと言われるんですか。断られるだけだったりすると、そう心折れちゃうから。昔はまあ、いましたけどね、昔も。メリポ稼いでからメリポ来いみたいなやつでしょ。そうですね、そういう時代ですね。みんなこう尖ってましたからね。タルタルのナイトだからって断られる。それ、ちょっとそれネタじゃないですかもしかして。我々でももタルタル文句は推奨されるみたいな。タルタル文句推奨します。そんな感じです。沿道お二人がやられるときにこういうジョブがいてくれると助かるなーっていう復帰者。そうそうもう風水とコルセアですよ。ですね。コルセアは、その支援をするだけだったら装備の、敷居はものすごく低いです。低いですね。そうですね。あっという間に揃えられる。で、風水も、うんまあそのイドリスにこだわらなければ、割とうん。そんな大変じゃない。ジョブ装備とデュンナか。とかで全然。そうかそうか。次に育てやすいのって何ですかね。個人的には僕はシーフですね。何やるにしてもシーフあると便利ですよ。それパーティーでも活躍できます。トレジャーハンター枠っていうのもあるんで、なんかいきなり暗黒とか、侍行というよりは、やっぱ興味あるジョブやってほしいですよね。そう。まずはそこ。こ。まずはそこで、だからその PT 用のジョブとやりたいジョブを一個ずつみたいな、そう。俺もそう思う。な感じがいいかもしれないね。まあ、パーティープレイを主体としたゲームですみたいなところもあるんだと思うんだけど、そのジョブを操作して楽しいっていう感じはやっぱり、ちゃんと、なんていうか、創出できないとダメじゃないですか、やっぱり。こういう装備しかないんだけど、このコンテンツ行ってみたいんだよね、みたいなのを。最初にそれを言ってもらえれば、多分ほとんどの方は何かしらの対応してくれると思います。まあ、今何でもできる人多いですからね。そこ言わずにこう、スーッと来られると、おっとちょっとそこ考えてたのとちょっと違うよみたいな感じになっちゃうので。なんでしょうね。命中さえも確保しとけば。はい。命中って、多分コンテンツにもよると思うんですけど、前衛だとどのくらい必要なんですか？なんかまあ、まずは1000を超えようみたいなとこかな。そうですね。ああ、なるほど。で、まあ、上だとだいたい1300ぐらいまで、なんとか装備で稼げれば、いろんなとこに行けます。例えばベガリーやったことないんですけど、一緒に行ってくれる方いませんかみたいな。こういうシャウトとかって乗る気になります？多くはないと思う。いるんじゃない？まだその土壌はあると思いますけどね。この間、暇してる人も多いんですよ。この間ユニティのチャットで75復帰者です。どこどこの NM をなんか倒したいので手伝ってくれませんかみたいな。なんか普通に、じゃあ行きましょうかみたいな感じで声上げてる人もいたし。ユニティなんてこんにちはかあって一文字流れてくるもんだとばっかり思ってた。だから、あれをなんかもうちょっとね、そういうチャンネルになんかできないのかなとかね、思うんすけどね。なんかもう、シャウトの定型文作るとか。テンプレート用意してもらう。じゃあ、最初はあれじゃない？シャウト失礼しますから入ればいいんじゃない？いらねえよ、その一行がいらねえ。そうですね。シャウトはやっぱね、シャウトとかエールは、ちょっとやっぱ勇気いりますよ。声をかけるにしても、自分が叫ぶにしても。14って、そこ割とちゃんといけたんだなとは思ってて、装備レベル合わせていくじゃないですか。アイテムレベルを。なんていうか、遊びたいっていう意思さえ揃ってれば、マッチングしてくれるみたいな。まあ、その代償というか、コミュニケーションの要素は確かに希薄ではあるんですけど、
11も別になんとか、積極的にコミュニケーション取りたいというよりは、ちょっとこのコンテンツ一緒にやれる人探してるんだみたいな人も多いんですよ、実際は。一応サーチの項目も細かく分かれてるけど、あんまり活用してる人いないですよね。そう、見ないし、今参加希望マークとかほとんど使ってないじゃないですか。使ってないそうですね。なんかちょっと自信ないんだけど、一緒にやる人募集してますみたいな、そういうこう、意思を表明しておけるようなサインとかあると、なんか叫ぶほどの勇気はないけど、なんか誰か一緒にやってくんないかなみたいな。で、一緒にやりますみたいな、ちょっときっかけになるとか。真裏にすごい人がいっぱいいるんですよ。だけど、アンバスは全然待たないんですよ。誰もいないんですそれもでもうちも同じかも。なんか一個良さげな募集があると、あっという間に人が来て埋まっちゃうみたいな。でもまあそれはわかりますよ。僕もコミュニティがなかったら、まあアンバスの今の募集の内容を見るとちょっときついなと確かに思ってしまう。普通にニルバーナ召喚募集してますもんね。いや全然ワスでも強いっすよ、ほんと。ワスワスワスか。まあだから同じぐらいのこう深度の仲間が本当はいるのが一番いいんですけど、それはなかなか今だとちょっとやっぱ叶わないんで、なんか出会えないんですよ。なんかうまくシステム的なサポートもないから。そう、同じ温度差の人をどう結びつけるかみたいなところが。なんかね、そこをちょっとどうにかしたいところではあるんですよね。今こそあれなんですかね。おまかせパーティーが復活する時なんですかね。去年ほとんど追加されなかったんですよね、コンテンツ。で、それで結構ね、もうちのLS のね、コアのユーザーの方なんかはもうやることがないみたいな感じで、もうイオニックも全部作っちゃったようなっていう人もね、いるんですよね。なので、まあコンテンツ欲しいですね。コアユーザーもライトユーザーもですね、どっちも一緒に遊べてもいいし、まあ分けてもらってもいいし。なんかウォンテッドいじるとか言って。そうですね。だからウォンテッドは、そういう意味ではさ、そのウォンテッドをさ、なんかちょっと直しただけでそれを満たせるんじゃないかと思ったんですけどね。普通にそのまま。全く違うコンテンツを用意しようとしてません？そんな予感はしますよね。去年の夏ですもんね、だって。やりますって言ったの。そうですね。とりあえず、こう言っちゃいますけど、時間を稼ぐんだったら、もうロリケートトルクプラス3でいいんすよ。素材を 100枚持ってこいで俺はいいと思うんですけどね。わしも全く同じ感想なんですよ。なんかついでに装備欲しい人いればどんどん着なよみたいな感じで、ワイワイできそうなのになってちょっとね。いや、ロリケートが火ダメマイナス7になったら大騒ぎですよね、だって。すごい、お祭りだ。まあだから、まあそこ 7% できないんだったら、まあもう防御30とかでもいいですよ。防御30はどうかな。そういうのでも全然良かったんじゃないかなと思う。その大きなシステムを足して、新しい遊びをまあ入れてくれるのももちろんありがたいんですけど、そのちょっとやる気の出てきてる復帰勢と、うまくね、一緒にやれるコンテンツとかあると、ほんといいのになと。そうですね。まあ20周年はもう確定ですもんね、これはね。そうですね。あとは、少なくとも20周年どんだまでは。け松井さんが予算を引っ張ってくるかと。頑張れ松井。でも、エスカの転身のコスト下げりゃ、まだ生きられんじゃないまだ切り札はあるって。そうそう、あれ今使う気ないから。緊張しっぱなしでも何話したかも覚えてない。大丈夫ですよ。一番僕をね、愛したのは夏津さんがね。ドクターといいバランスだったと思いますよ。そうですね。平常運転で良かったと思います。平常運転で。またやりましょう。なんか長い時間ありがとうございました。本当にありがとうございました。